10月8日火曜日、時刻は夕方5時30分になりました。皆さんお疲れ様です。伊集院光です。生放送なんですけど、生放送以上の緊張しておりまして、とりあえずまずは心強いいつものパートナーから皆様お疲れ様です。私もドキドキしております。ホリプロアナウンス室の竹内かなえです。まあ長年竹内かなえとは番組やってますけど、今日ちょっと俺様子がおかしいです。様子はまあおかしいんですよね。浮き足立ってるはい、スペシャルゲストが来てるからです。もう僕ただのファンなんですけども、僕の好きなダンスチームアバンギャルディからお二人お越しいただいてます。じゃあまずは自己紹介、ちゃんと名前を言いましょうかね。お願いします。皆さんお疲れ様です。アバンギャルディの園です。アバンギャルディの小花です。よろしくお願いします。どんな感じですかこれ今。もうなんか実際伊集院さんに私たち舞台見に来てもらったじゃないですか。はい。なんか見に来てもらった時もなんか伊集院さんが来てくださったっていう感じやったのに、今目の前でラジオに出演させていただいてるってもうなんか変な感じというか、信じられないしかも東京来ていきなり生放送ですよね、これね。そもそも、皆さんに説明すると、アバンギャルディは、皆さんバブリーダンスってあったじゃないですか。バブリーダンスの振り付けをやっている、あかねさんがプロデュースした今17人で結成されたダンスチームで、これを言うとわかるかも。謎の制服おかっぱ集団っていうね。TikTok とか Instagram で、まあこれびっくりすることです。世界中から人気を集めていて、渡辺真知子さんのカモメが飛んだ日のダンスがまあ一番メジャーかもしれないんですけどね、僕はもうすごいと思ったのは、見たいんだけど、僕が調べた時には、チケットがどんどん売り切れてたりとか、あと公演の日も限られてるし、俺のバイトのシフトもあるから、うまく合うところがなくて。で、調べたら、偶然オフで行けて、チケットがまだ若干ありますっていうところが、福岡だけだったの。福岡。で、福岡行って、で、そしたらたまたま知っているスタッフがいて、で、ちょっと楽屋、連れてってもらって、ガチガチになってご挨拶するみたいな、あれがスタートです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごかった。その時驚いたのがね、普通こうライブ行って、しかも新しく出てきた、ましてやダンスチームってなってくると、お客さんの層って、いわゆる、そうね、20代ぐらいの、ちょっとダンスに興味あるみたいな、ストリートカルチャーに興味あるような人が多いんだけど、バラバラだよね。そうなんですよ。なんか私たちの踊る曲がその昭和時代というか、少し昔の曲が多かったりするのはそうなんですけど、ちびっ子たちとかも見に来てくれたり、だからお孫さん、孫とおばあちゃんとか、そういうちょっと異例っていうか、ちょっと変な組み合わせで見に来てくださったりも。カモメが飛んだ日世代の僕とかジャストミート世代もいれば、そのなんかめちゃめちゃ踊りが楽しそうだっていう風にストレートに反応してる子供たちもいっぱいいて、で、ライブの最後に紙飛行機みたいなたくさん飛ばすっていう演出があるんだけど、子供たちと取り合いよ。で、56のおじさんははしゃいでるのちょっと恥ずかしいから、自分の方来いとだけ思ってるみたいな、そんな関係性なんですけどね。まあ、この二人と、全員で緊張しながら番組行きたいと思いますが、じゃあ竹内さんから、今日のメッセージテーマ、種をお願いします。はい。東京ショックパート3。これはもう、3回目になるんですけど、いろんな人から、例えば地方から東京初めて出てきた時に、なんじゃこりゃって思ったこと何ですかっていうのを聞いてて、だから、みんな大阪出身？はい、大阪です。ってことは、都会同士ではあるけど、でも東京違うなと思ったことある？私、電車のことなんですけど、大阪でも電車苦手なんですけど、東京の電車って一つのホームに、なんか違う線の電車来るじゃないですか。来る。あれ大阪やったらなくて、もうその線に行けばそれに乗ればいいのに、東京はそのホームが多くて行った先でもどこに乗ればいいかわからないっていう。俺その逆があってさ、大阪のさ表示でさ、次今度ってわかる？東京は先発自発ってなってんだけど、
次と今度はどっちが先に来るの？大阪そうなのよ。大阪の電車の中にホームに次今度があるのよ。次がすぐ次で今度がさらにその次ってこと？そうです。多分。そうです。で逆にそっちに慣れてる側は先発自発って何みたいな確かに感じとかになるから、あるなんかこう東京と。私食べ物についてなんですけど、味付けとか食感とかが結構違うことが多くて、例えば大阪は卵焼き結構だし系のしょっぱい味が普通なんですけど、東京来たら甘っみたいな、お弁当とか食べさせてもらった時に、甘い卵焼きにびっくりして。あ、そうなんだ。はい。さ、なんかこうしょっぱいと思ったものが甘いとさ、別に美味しくてもびっくりする。美味しいんですけど、なんかこう冷蔵庫にプリンあると思ったら茶碗蒸しだった時も別に茶碗蒸しとして食べる分にはうまいのにうわってなる感じを卵焼きにはいつも受けてるってこと。そうです、さあいろんなもの読んでいきますけど、生放送なんで私の緊張ぶりに対するツッコミも含めて、生のメールを、受け付けています。じゃあ竹内かなえからメールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは小文字で ij@1242.com ij@1242.com です。また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。さあ、そして特別プレゼント。はい、ここで昭和産業からプレゼントのお知らせです。アバンギャルディの皆さんがイメージキャラクターを務める魔法シリーズ商品は今年10周年を迎えました、魔法のお好み焼き粉をはじめとする魔法シリーズはシリーズ累計1750万個を販売する人気シリーズです。お好み焼き粉以外にもたこ焼き粉、天ぷら粉、ホットケーキミックスがあり、こだわりの粉の配合で初心者でも失敗なく美味しく作ることができます。さらに簡単便利な小分けパックで計量の手間いらず。そこで今回は生放送中にメールをくださった方から抽選で10名様に魔法シリーズの4商品、お好み焼き粉、たこ焼き粉、天ぷら粉、ホットケーキミックスをセットにしてプレゼントいたします。もうなんかお好み焼きの話してるだけでもうすでにお好み焼き食べたくなってくるけどね、はい、そして明治のプレゼントもございます、生放送中にメッセージを投稿してくださった方の中から抽選で10名の方に健康を考える人のためのチョコレート、明治チョコレート効果の詰め合わせセットをプレゼントします。はい、だからホットケーキミックスもあるから、ホットケーキミックスとチョコレートは割と組み合わせ良さそうなんで、ぜひどっちが当たってもねはい、ということで日本放送伊集院光の種、夕方6時までの30分お付き合いください。日本放送伊集院光の種。この時間は昭和産業がお送りします。日本放送伊集院光の種。さあ早速生の反応がすごいよ。ラジオネームポンタさん、しかもこの方富山で聞いてくれてて、アバンギャルディがゲスト夕飯作りを一回止めますよっていうありがたいね。波乗りトマトさん、ラジオ30年を超える伊集院さんがラジオで緊張しているとは貴重です意外におじさんはシャイなんだよ、そういうところはね、たくさんいただいてます。次回あればまた読んでいきたいと思っております。改めまして伊集院光です。パートナーの竹内かなえです。じゃあそしてまた一人ずつ自己紹介をお願いします。自己紹介もかしておきましょう。昭和産業魔法の粉シリーズイメージキャラクターのアバンギャルディ園です。アバンギャルディの小花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ早速読んでいきますけれども、ラジオネーム里芋のともさん、ありがとうございます。ありがとうございます。社会人になってすぐの頃、有楽町駅で待ち合わせのために丸の内線に乗り、東京駅で乗り換えて山手線の有楽町駅まで来たら丸の内線の銀座駅が近いことを知りショックを受けました。東京は駅名が違うのに近い駅が多すぎて、それに気づいた時に毎度驚きます有楽町と日比谷とかね近いし、有楽町と日比谷と銀座も近いし、あと地下鉄のホームを歩いてるうちに駅名が変わってる、
永田町と赤坂見附とかもうなんかもう変わるよね一緒のような違うような、でも2人驚いてるけどさ、大阪と梅田もさそういう感じか。別物だと思い込んでんの。こっちは最初に言われた時に大阪に行けばいいの、それとも梅田に行けばいいのって分かんないんだけど、一緒ですね。大阪もあるね、別で新大阪もあまたるけど別でみたい普通考えたらさ、新大阪と大阪が近くて、な、うんうん。梅田の方はまた別物だろうと思うんだけど、確かに。まあまあ新大阪と大阪はある違いますね。やはりありますね。いいよね。はい。あれは結構びっくりするかな。あと大阪ははい。案内板が少ない気がする。逆に東京に来たら多いって思います。あ、そうかそうか、はいそれはもう分かるだろうぐらいの感じで、特に JR は私鉄の案内板に対して冷たい気がする。要するに阪神電車に乗り換えようとした時、東京は嫌ってほどいろんなその分かりやすく出てきてるけど、大阪はそこライバルと思ってるのか。ないですか。なんかえそんな気がちょっとだけ。ありますか。うん確かに東京はギリギリのギリギリまで案内してくれる気がします。そうだよね、はい多分いろんな人がこう上京してくるっていうことなのかな。ねさあ、それからですね、これはすごい言っときたいんですけど、結構多いんですけどね、宮城県のラジオネームおみくじあたりさん、ありがとうございます。私が東京に来たのは、韓国アイドルのライブに参加した時です。その時驚いたことは親切な人が多いことです。東京みんな親切じゃないと思ってるんです。基本的には東京の人は冷たいと思ってるから、新幹線に乗っている時から緊張していた私。東京はほら悪い人ばっかりだ、冷たい人ばっかりだから、東京駅に着きキャリーをしていると男性から声をかけられました。いきなり因縁をつけられたのかと思ったらこれ落としましたよとキャリーにつけていたぬいぐるみを渡してくれた。きっとこれがなくなってるのに後で気づいたらずっと悲しい気持ちで東京にいたと思います。それ以外にもホテル、ライブ会場、観光地でも親切な人たちに会いました。だからみんな先入観で東京冷たいと思ってるケースが多くて、なんだろうね、だから逆にちょっと暖かくされると東京なのにみたいな。いいかも。どうです？東京優しいですか？どうなんだろう。大阪のがでも暖かいいやのかな。大阪暖かい大阪には勝てないかな。はい知らない人に話しかけられることもありますし、それは確かに東京はないなって思うんですけど、話しかけたら優しく返してくださることもほとんどなので、別に東京の人が冷たいみたいなイメージはないですね。うちはかみさんが関西人なんで、で僕はもう東京バリバリ東京なんでよく言うんだけど、なんつってんのかな、聞いて面白かったのは日テレの初めてのお使いってあるじゃん。はい。初めてのお使いって大阪すげえロケしにくいんだって。みんな助けてくれちゃうから。そういうことか。よっぽど言っとかないと、最初に会ったおばちゃんがどうしたって言って全部買い物済まして帰っちゃうから、それぐらいあったかいっていうのと、あとかみさんとよく言うのは東京の人間冷たいんじゃないと。例えばね、これいつもみんなに怒られるんだけど、自分がバイトしています、血を流してる人が入ってきました。その時にその人が助けてくださいって言ったら絶対助けるけど、しばらくはまあ流したい時もあるんだろうなって要するに話しかけられたくない人のこともあるだろうって思うから、助けてくれって言われればガンガン助けるけど、それがうちのかみさんみたいにちょっとお腹痛そうな人のとこに大丈夫ですかって言いに行くのは東京はないですか。かな。あとあれはなんかさ、はい。東京だとコンビニとかチェーン店だと淡々と物を買って帰るんだけど、はい、うちのかみさん新製品とか出ると普通にコンビニの店員さんに「どっちおいしい?」って聞くの。話しかけるよな基本的に。確かにかけますね。の人。はい。なんかそれすごい思うかな。確かに。じゃあ他にも行ってみますかね。はい。そうですね。これは大阪も東京もあるんじゃないかな。ミルククラウンさん。ありがとうございます。はい、26歳女性。私は青森県の方。私は生粋の田舎者なので、コンビニに行けば必ず広いトイレがあり、必ず貸してくれるものという認識でしたが、何度目かの東京旅行の際、トイレがありませんと言われるコンビニが存在するということにとても驚きました。でも都会まあまあない、なんか貸せませんのところ。あります。全然貸してくれないところもありますし、あるよね。そもそもないお店も
あります。ないことはないだろう。ほんまですか？絶対あるはずだよ。あるんいやいや、もちろんお客さん用のトイレがないっていうことで、あの時にそれトイレ貸してください、ああうちないですって言われると、ないことはないだろうって思うけどね。確かに。でもなんか東京は都市伝説で貸してくれないところは少し治安が悪いんじゃないかって言われてて、今はその周りのところがここ治安悪いと思われるからなるべく貸すようにしようとしてるみたいね。たまにあるよね。あります。ありません？時間によって貸してくれないお店とかも、ああそうか、夜はダメですよとか、ワンオペだからちょっとダメなんですよみたいなのもあるかもね。それからですね、ラジオネーム鹿児島県の方、ライボーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私の東京ショックは電車やバスが全く待ってくれないことです。高校卒業後上京したのですが、電車やバスに乗り遅れそうな時、待ってくださいと叫んでも時間通り発車します。田舎のバスは時間通りにも来ませんし、だって来ませんしじゃない、待ってくれと叫べば待ってくれました。大阪どうですか？いや、私は結構その乗り換えでギリギリの時に車掌さんがこう出てる時あるじゃないですか。その時にすいませんって言って、かなり遠くからはいすいませんすいませんって言ったら待ってくれるっていう。あと言うよね、言います。これはなんか多分東京で待ってくれないのが当たり前になっちゃってるから、もう言わないね。ただただ過ぎていくのを待つっていう感じになるね。うちのかみさんは言う待ってっていう。恥ずかしいのは俺が諦めてるのにかみさんが待ってって言った上に走って待ってくれちゃってる時に俺も走んなきゃならなくなる、待たせちゃってるからみたいな東京のイメージどんな感じ？人が多い。大阪も相当多いけど、と思ったんですけど、大阪って私のイメージかもしれないんですけど、夜になれば人はある程度少なくなるんですよ。でも東京は、夜11時とかでも満員電車とかで、びっくりするんですよね。こんな時間にこんなに人がいるんだっていうのは、大阪とやっぱ違うなって思いますね。でなんかそれが年々すごいことになってるから、俺らの子供の頃はコンビニとかもまだないぐらいの頃だから、わがまま言わずに寝るしかなかったんだけどさ、手に入っちゃうじゃん、なんか。だからなんか動いちゃうんだよね。そして、長野県ゆうたブラウンさん、ありがとうございます。最寄りのコンビニまで徒歩30分という田舎から18歳の時に東京に上京しました。京王線の各駅停車しか止まらない小さな駅のそばで部屋を借りました。駅からアパートまでの道中にヤギを飼っている畑があり、夏にはアパートの玄関でカブトムシが、お出迎えしてくれたこともあり、東京初心者にはとても優しい土地です。東京も一言に東京って言うけど、ちょっとこう西の方に行くとかなり畑とかもあるし、そうよ。そうなんですか？東京の中でこう響いた成城学園とか割とすごくお金落ち住んでるイメージだけど、結構畑あるよね。あんまり行かないから。無人の野菜の販売所とか全然あって、それこそ東京でこれからテレビ出るようになると、TMC っていうでかいスタジオがあって、タレントはめちゃめちゃね歩いてるけど、普通にネギ畑とかいっぱいあったりとかしますね。なんかすごい思うのは、逆に東京ショックとさらにその上の海外で公演するじゃん。アメリカショックはアメリカどう思ったの？だってすごいのが、アメリカのエンターテインメントショーで評価されてくるから、いきなりそっち経由で俺ら逆輸入で知ったりしてるから、アメリカショックはだってあれじゃない、なんかファーストフード店とかに行くとさ、もうバケツみたいなドリンクとかさ、あれとか一旦みんなでびっくりしないですか？なんかみんなでレストラン行く機会とかあったんですけど、わしらも結構食べるんですけど、それでも食べきれない量の料理が出てくるんですよ。なんかケーキとかも絶対日本やったら一人1個ショートケーキみたいな感じで食べれるんですけど、甘さがレベルが違いすぎて、もう3分の1ぐらいでもう食べれないってなるくらい甘かったです。
でよく言うんだけど、アメリカは自己管理ができない人はダメだって言われてるからみんなすごいダイエットをするっていう伊集院みたいなやつが言ったら評価されないよって言われるんだけどまあいるよね。びっくりするような、俺がうわって思うような人全然いるし、います。でそういう人がすごいでかいパイ食ってて、でなんか横に添えてあるやつがローファットカッテージチーズって書いてある。もういいだろその量食うんならって思ったりとか。ダイエットコーラとか飲んでますもんね。なんかすっごいバーガーとか食べながら。ダイエットコーラの2リットルのやつ意味がわからないけど、もうもはやっていう量を少なくする方にはいかんのかってなるけど、あの時はやっぱ緊張したでしょアメリカ。めちゃくちゃ緊張しましたね。もともと見てた番組でもあったので、はい、そこに自分たちが立ってるっていうことがもう緊張とバックバクでしたね。だってさ、カモメが飛んだ日だよ。カモメが飛んだ日を踊ろうとかさ、日本のその音楽に合わせて踊ろうっていう時に、俺はびっくりしたのは向こうの音楽でいかないんだと思って。そうですね。だからもうアメリカの方々は本当に歌詞の意味もわからないですし、私たちの制服おかっぱ集団来て、なんやこれはみたいな、なんか初め笑われてた感じだったんですけど、私たちのパフォーマンスを見て、なんか笑うっていうよりか笑顔になってくれたっていうか、感動してくださって、私たちもやってきたことを間違ってなかったんだなっていうか、私たちのパフォーマンスが言葉通じなくても喜んでいただけるんだってことが初めて分かって、すごく嬉しかったですね。でさ、そうやってさ、いざ壁越えちゃうとさ、日本人以上っていうか、俺やっぱりライブ見るときに乗り方が分かんない人もいるのよ。見たことがないから、他の人の歌っている歌に合わせてその集団がレビューをするってことに対してどう声援していいのか分からない人もいるから。でもアメリカ違うじゃん。なんかこう掴んだ途端の爆発力っていうか、それはこう踊ってて掴んだっていう瞬間はある。来たっていう瞬間はもうなんか最初ちょっとだけ審査員の方とやり取りして、もうすぐ踊り始めたんですけど、もうその踊り始めた一発目から来たなっていうのは感じれたんですよ。そうなんだ。はい、そうなんですけど、それでもう自信満々に一曲踊り終えたら、やっぱりそれだけのスタンディングオベーションとか、嬉しい反応返ってきて、やっぱりめちゃくちゃ自信になりました。最初不安？めっちゃ不安でした。もう厳しいと有名じゃないですか。いや、そりゃそうですよ。審査員の方々とか、YouTube で散々それも見てきましたし大丈夫かなみたいな、私たちのパフォーマンスでどういう感想をもらえるんか、めっちゃ最初は不安でしたね。いや、思うもんだって、そのカモメが飛んだ日ってことが理解できて、あの振りはカモメが飛んでいることだったりするんだっていうのを、日本人は理解するから、言葉を超えるのかどうかなんて分かんないんだけど、いざ始まった時のあの感じで、そう考えたらさ、一回そこ行っちゃえばさ、あんま東京出ますって言ってもそんなに怖くもなければ、いやまた別なの。別なんですよね、それは。いや、なんか本当になんかちょっと日本人のはアメリカ人に比べて個性がないから評価がされないんだみたいことを信じ込んでいたら、むしろ個性がなく見える個性っていうか、がすごいから、ああいうことなんだってすごい思っちゃいましたね。さあ、じゃあちょっと一回 CM 行きましょう。伊集院光の種。日本放送伊集院光の種。さあ、今日は、アバンギャルディを代表して2人ゲストに来てもらってます。じゃあ1人ずつ自己紹介もお願いします。はい、昭和産業魔法の粉シリーズイメージキャラクターを務めさせていただいてますアバンギャルディの園です。アバンギャルディの小花です。はい、すごい嬉しい生メール。61歳の、ミサイル姉妹姉の K でございますさんから。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。御年61歳のおばあちゃんはアバンギャルディを知りませんでした。即動画をググりました。ありがとうございます。すげえ、おばあちゃん一目惚れだよって書いてある。ありがとうございます。なんかいいよね、こういうきっかけで、いつも聞いてるラジオに出てどういうことみたいな。伊集院なんか緊張してるけどどういうことっつって調べたらこういう結果が出ましたね。ありがとうございます。それから、47歳のラジオバーガーさん。
2歳の息子はアバンギャルディを初めてテレビで見たとき、それまで機嫌が悪くてぐずっていたのに踊り出しました。わかる、多分もう絶対そうだと思う。嬉しい。ねえ、楽しいがちゃんと伝わってんだね。いや、ありがたいね。さて、また明日もゲストに来てもらっていろいろお話を伺いますけれども、明日のこと、明日も聞いてねってことね。はい、生放送で緊張しております。時刻は5時56分を過ぎました。クレ556でおなじみのクレ工業がお送りする556天気予報です。関東地方は広く雨が降っています。午後3時までの最高気温は東京都心で 25.3 度、横浜は 25.5 度で、いずれも夜中に観測されました。日中は18度前後で経過し、昨日とは一転して肌寒くなりました。この後も雨の降るところが多く、雨足が強まることもあるでしょう。明日は雨は昼頃に止みますが、雲の多い天気が続きそうです。肌寒さも続きますので、服装で調節してください。以上、天気予報でした。さあ、伊集院光の種、早くもお別れの時間が近づいています。生放送の本日の特別プレゼント、昭和産業の魔法シリーズのセット当選者と、明治チョコレート効果詰め合わせセットの当選者は発送をもって発表と変えさせていただきます。今日はアバンギャルディから園さんと小花さんをゲストにお越しいただきましたが、明日もお付き合いいただきます。僕の方が緊張してるせいでちょっと緊張を移しちゃって申し訳ないんですけど園さんいかがでしたか？いや、めちゃくちゃ緊張してたんですけど、すごい楽しくお話しさせていただきましたし、今日生メールすごい多くて、いや、嬉しいです。すごい。なんかいつもだったら後でこう撮っといて聞くのも今日生で聞いてますとか、あとやっぱ僕は個人的に嬉しいのは、正直に知らなかったんだけどっていう人が、ましてや61歳僕より年上の人がちょっと調べて聞いてます、ファンになりましたみたいのめちゃめちゃ嬉しいですよね。嬉しいです。ありがとうございます。明日はもうちょっと突っ込んでいろんなお話を聞きたいと思っております。皆さん楽しみにしてください。そしてですね、こんな長くやってる生放送の終わりの時間が分かんなくなってますね、僕ね。はい、5855ってことは、あと10秒ってことですね。そうです。この後も日本放送を聞いてください。ここまでのお相手はホリプロアナウンス室竹内かなえとアバンギャルディの園とアバンギャルディの小花でした。伊集院光もです。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。明日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。衆議院は明日解散、今後の政局について、さらに生成 AI に詳しい経済学者井上智弘さんも登場します。 OK